はい、では今回は、先日ですね、ご紹介させていただいた MN78 になります。ですね、動画でもご覧いただいたと思うんですけども、何しろ標準のタイヤがすごいちっちゃいんですね。こっちが標準タイヤです。で、ちょっとあまりにもですね、ちょっと貧弱な感じなので、ちょっとまずタイヤを変えてみました。で、今回使ったタイヤは、こちらですね。WPL の C24 とか C54 で使っていたソフトタイヤってやつになります。で、一応インナースポンジも入ってますが、結構トレッド自体柔らかいタイプのタイヤですね。で、この外径に関しては65ミリという数字になっております。で、ここの六角とかは MN 共通なので、割とあっさりつくという感じの代物ですね。それで、サスペンションは標準のやつ使ってますので、そのまま変えてません、今回。でですね、ちょっと外見が大きくなったことで、もともとこんなちっちゃかったんでよかったんですけども、ちょっとですね、やっぱフェンダーに干渉しがちなので、ちょっと苦し紛れなんですけども、アクスルを、ちょっとメタルの、ちょっとこちらですね、ポータルアクスルにですね、ちょっと変更してます。ですので、通常のラインがここですので、ちょっとポータルアクセルなんで、やや1センチぐらいですね、タイヤの位置差がありますんで、その分最低地上高も上がっていいかなっていう感じですね。で、基本的にこのステアリングロッドですね、ここに関しては、標準でついてきているやつを外して、この、ポータルアクセルに移植した感じですね。で、サーボももともとです。で、サーボマウントについても、サーボマウントとかリンクロッドのマウントについても、標準のプラスチックのやつのままになってます。なので、アクセル以下を外して、そっくりこのポータルアクセルに、付け替えたよという形のカスタムですね。なので、リアも同様でして、基本的にサスペンションと、このリンクロッドのマウントですね。ここまでは、標準でついてくるやつです。標準品ですね。ここから、アクセルから下に関してはタイヤ含めて変更をかけてますという感じになります。で、やっぱりちょっと期待通りですね。見ていただいたらわかるんですけど、非常に最低地上高が高くて、これいいかなと思います。今日そのために横にしたんですけど、結構、そうですね、この、もともとのタイヤ、もう2つ余裕で下くぐりますね。これなんなら、そうですね、2.5 個ぐらいいけるよという形の、最低地上高になってます。でちょっと実際に、どんなもんかなという話になるんですけども、ちょっと測ってみましょうか。ほぼボディと同じぐらいなので、そうですね、これでいくと、6センチメートルぐらいは、確保できているのかなという形になりますので、結構走破性も、高そうな感じはします。ただ、ちょっと残念なのがですね、やっぱ前が、リアは全然 OK です。フルバンプしても OK です。ただフロントがですね、やっぱちょっと、ここですね、ちょっと当たっちゃうんですね。で、
こういう切ってるときはいいんですけども、やっぱこう切ると、もう即当たっちゃう感じで、ちょっとこんな感じで、内側に逃げるんですけども、ちょっとあんまよろしくないかなというのがあります。ちょっとここは、ちょっと調整できるかわかんないんですけど、また別の時にやろうかなと、もうちょっと詰めていこうかなと思います。見た目的にも、ちょうどですね、この65ミリのタイヤ自体は、このフェンダーに対してのサイズ感もいいですし、なんか、やっぱりこれよりかは、シンプルにかっこいいという感じはしますよね。あと、このやっぱ標準タイヤ、非常に硬いですし、正直ほぼグリップ力ないですね。WPL とかの標準もこんな感じですけど、表面はちょっとツルツルで、ゴムというかちょっとプラスチック寄りな感触になります。このソフトタイヤは結構ハイグリップのやつなんで、もう触ってわかるぐらいに違うので、やっぱりちょっと踏ん張りとか、その辺で差が出てくるかなと思って、ちょっと実装が楽しみなんですが、ちょっと今日はまだそこまで実装できないというところになります。で、メタルアクセルに変えた場合ですね、こっちの本体側の、なんだっけこれ、ドライブシャフト。これも基本的にメタルのもの、ちょっと余りもんなんですけども、こういった WPL、MN とかで共通で使えるような、メタルのものにですね、ちょっと変更しなきゃいけないんですね。で、こっちは OK です。そのままつけれますんで OK です。こっち側が、ちょっと今これから開けますけども、ちょっと厄介で、すんなり外れない可能性があります。でちょっと今これから開けてみていこうと思います。はい、ボディ外しました。事前に、ここのライトとかに関してはちょっと抜いちゃってますので、おそらく標準ともつながってますから、ちょっと注意してください。外すと、こんな感じで、モーターとギアボックス、ドライブシャフトですね。ちょっと見えにくいかもしれない。こんな感じで露出しますね。で、ちょっと今見た感じ、ここですね、ドライバー、ネジありますんで、ちょっと素直に外れるかもしれないです。ちょっとやってみます。あ、外れましたね。今回、その優しい作りだわ、これ。いいですね。MN99S とかだと、ここはめ殺しなので、ニッパーとかでも割るしかないんですね。なので、ちょっとこういうスクリューでちゃんと外れるっていうのはすごく助かりますね。こっちまで外しちゃいますね。ネジ外して、ちょっと下から外します。こんな感じですね。割とあっさり外れたんで、ちょっとこれで、いいのかな。ドライブシャフトについては、これで付け替えちゃいましょうか。ね。なので、よいしょと、試しにつけてみますね。ただちょっとこの穴がですね、ちょっとこれは、これ MN とか WPL 共通なんですけど、入んないんですね。ちょっと太いですね。太くて入んないんで、ちょっとこれは、要検討ですね。このままだともう全然入らないです。従来のモデルよりも多分、
この軸が太いんですね。それで、こんな風に穴に通せるようになっているという形になってますんで、ちょっとこれについては、検討しないとどうもならなそうですね。で、ちょっとこっちもちょっと外してみますね、試しに。これが使えれば、そのまま使っちゃおうと思いますね。同じ作りかもしれない。同じですね。こっちも、ちょっと進化してますね。こんな穴が開いてて、もう滑らないような作りになってるんですね。で、これが、ちょっとやっぱ緩いんで、うまくつかないんじゃないかな。ちょっと手強いですね。そのままとつかないかもしれないですね。共通かと思ったんですけど、結構違うということがですね、分かりましたね。なので、ちょっとですね、今回そのままつくかなと思ったんですけど、なんかつかなそうな感じがちょっとしてますね。なので、ちょっと一回これで今日は終わりにしたいと思います。ちょっと中途半端ですが、こんな感じででも高さは変えられますんで、ぜひ、ちょっと今後ですね、このなんとかドライブシャフトなんとかできればいいと思うんですけども、そこうまくいったらまたご報告しようと思います。以上になります。ご視聴ありがとうございます。ちょっと動画終わろうと思ったんですけども、残念ながらですね、標準の、アクセルですね、戻してみました。でこの状態で、標準のアクセルプラス WPL のタイヤっていう状態の、雰囲気ですね。ちょっとご覧いただこうかなと思いまして、やっぱりここが低いんで、割とすぐ当たりますよね。なんで、あんまりよろしくない。同じく。そんなにですね、すぐについちゃうんで、あんま良くないですけどね。ただ、やっぱ見た目がいいのとグリップの問題もあるので、ちょっと当面、こちらの WPL の、タイヤですね。これを使っていきたいなと。で、おそらく、先ほどのドライブシャフトについては、3ミリなんですね。で、MA78 のドライブシャフトが、モーターのシャフトが4ミリなので、ここの穴を4ミリにちょっと拡張して取り付けられるかなっていうのをちょっと、後日、ちょっとトライしてみようと思います。で、今度こそ、終わりになりますね。よいしょ。こんな感じで、こんな感じになりました。はい。ご視聴ありがとうございました。